皆さんこんにちは。今日はフロントアップの動画です。フロントアップはマウンテンバイクを買った時にまずやってみる動作ですよね。障害物を乗り越える時に使ったり、段差を降りる時に使ったり、これができるようになるとマウンテンバイクの楽しみが広がります。僕が知る限りフロントの上げ方にも2種類あって、体重移動を中心にフロントを上げる方法とペダルを漕いで上げる方法。フロントアップで検索すると前者を指していることが多いです。後者は漕ぎ上げと呼んで区別している人が多い印象です。今日は前者のフロントアップについて語る動画です。まずは用途。戦術の段差の上り下りに加えてバニーホップの前動作もこれです。あとはマニュアルの入りも似たようなことをやってます。やり方。いつでもブレーキをかけられるようにリアブレーキに指をかけておきます。歩くくらいの速度で前進。下に溜めて肘を伸ばして前に出して背中でハンドルを引きます。腰を後ろに引き足を前に蹴り出します。これをすべて同じタイミングでやります。練習のポイント。まずはゆっくりの速度でやりましょう。初めから速度を出すと危ないですし、遅い方がフロントを上げやすいです。後ろに倒れそうになったらブレーキ。ちなみに足を前に蹴り出す箇所ですが、練習していた頃いろいろ調べていると蹴らないっていう人もいますが、僕は蹴り出して後輪を足の間を転がすイメージでやってます。人によってやりやすい方法が違うと思うので、いろんな人の動画を参考にしてみるのが良いと思います。僕の最初の頃は地面に線を引いてそれをまたぐ感じで練習しました。公園に落ちている木の枝とかを利用してもいいと思います。スタンディングもできるようであれば前後振るブレーキでフロントでホップしたりピボットしたりしてみると良い運動になります。ちなみにマウンテンバイクでもフロントが上げにくいものもあります。クロスカントリーのバイクだとやりづらいので、僕がトリック練習に使用しているのはもっぱらダートジャンプバイクです。クロスカントリーのバイクに比べて半分くらいの力でフロントが上がります。僕が今ダートジャンプの完成車を買うならマングースのファイヤーボール急速かなと思います。僕の場合街乗り兼用なので変速があると嬉しいですし、何より値段が魅力的。シングルスピードの完成車もラインナップされているので抜かりないです。また今お持ちのバイクがフロントを上げにくくてもステムを短いものに変更してみたり、ハンドルバーをライズが高いものにしてみたり、そういったカスタムをしてみるのもおすすめです。フロントが上げやすくなりますし、それにどんどんバイクに愛着が湧いてきますよ。本日は以上。参考になったと思った方はぜひ高評価を押していただけると嬉しくてむせび泣きます。このチャンネルでは引き続き自転車関連の動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録をして次回作をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。良い MTB ライフを。